テキランドデジョンです。今回はナビ VS フリオス5というクランですね。チャチャ e スポーツと書かれておりました。パターンホール14、15ぐらいの時はね、結構勝ってたね、インドのクランですね。結構ドラ系とかラッシュ系とかやってたイメージがありますが、早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。変わらないっすね。ライドラッシュですね。この人ずっとライドラやってた人ですね。さあ、ベビードラバルーンを12時置きつつ、反対サイドもベビードラ2体採用というところですね。さあ、ここ下側からのライドラなんだ。なるほど。ベビードラは上の方の施設のカットだけやっといたって感じですかね。で、タウンホールに突撃艦飛ばしつつ、クローンが入ってるのでバルーンを増やしていくんじゃないかなと思います。で、6時からキングクイーンを外周流していくような形になっていくと。さあ、トルネード入って、クローンかけてはまだないね。クローンはまだ置いてない。ここからバルーンを置いて、クローンで増えていく。しっかりトルネード見て、クローンをかけるタイミングずらしてきましたね。ただ、ここはタウンホールの爆破によって、バルーンがだいぶ落とされていきましたと。アイゴリ環境なんで、クラン城からは援軍が出てきてない状況、ポイズンも温存できてますね。さあ、クラン城、ここ壊せるかどうかも大事なので、フリーズで真ん中投石を固めることで、その辺クラン城を折り切らせに行きましたね。もしこれ残っちゃうと、ロイヤルチャンピオンとかが援軍引き出して、ユニット全部アイゴレ3体に止められて、みたいな形になってったと。さあ、これは、反対サイド、4時、2時の方に伸びてったライドラが強かったっすね。ロイヤルチャンピオンはここでブーメランを飛ばしてくると、ブーメランホグも強いね。僕、クイヒーはこの組み合わせでやってるんですけど、ドラ系だとヘイストの方が合いそうだけど、ここはブーメラン採用が刺さった形でした。どっちにしても前回には変わりなかったと思うんですけど、あれ同じ配置同じ配置ですね。多分一緒よね、これ。さあ、同じ配置をどう攻略していくのか。これはまたちょっと面白いですね。ゴーレムを使って、縦にしつつ、キングにキングぶつけて、クイーンの方も穴系、ピーカス、ジャンプが入ってるんで、キングとクイーン両方が止めるようなジャンプを打つのか、それともって感じですね。モノリスの方のタゲ取りのために、ここは、スケルトン使って、ウッドランチャー真ん中飛ばしていく。ジャンプはそうすると、そうですね、左側に飛ばしていきます。で、クエイク揺らし。大工の方の直すところを自分たちの大工にさせるっていう意味合いがあるかなと思います。うん。強いな。このジャンプ、いいっすね。タウンホールの奥の方のね、大工の修復も自分たち大工小屋をね、直すことになって、真ん中、これはイエティ届くか、トルネードの位置まで一緒。タウンホールまでは落とすことができつつ、ロイヤルチャンピオンもここで能力解放、ホグヘイスト、クイヒーのね、ヒーラーの方が、ロイヤルチャンピオンにもスライドしてくれつつ、で反対サイド、9時上のところから一気のバルーントームを入れていきます。トームかけるんで、ここももはやラバハウンドいらないよねっていうことで、バルーンのみで押し切っていく。あとは中心に残った投石2発のところを呪文を使ってカバーしていくような状況ですね。さあ、ヘイスト使って裏の投石の方まで潜り込ませていきつつ、フリーズを落としていく。で反対サイドは数が足りてるのでっていう簡単だったんですけど、トラップチェックのバルーンを1体だけ通すとかしてもよかったところかなと思いますが、3体しかいなかったんでトラップないことにかけて走らせてったっていう形ですかね。さあ、ここはなんとか落としきっての前回ガーサス。すごいですね。全く同じ配置がピンポイントで被るっていうのはなかなかないシーンですが、コウモリ使ってのスーパードラゴン。コウモリは3時の対空2発をコウモリ取らせるとか、真ん中シングルだけど、シングルのところがややマルチかぶり気味なんで、ここがめっちゃコウモリのバリューはありそうですね。そうですよね。ここはロケバル発進で対空砲のケアをしていき、残った方の対空砲の方にもこれはロケバルがやってきてくれて、これで1枚のコウモリで対空砲2個見れたんで、ドラ系からするとめちゃくちゃ強いですね、この入り。で、ボマーをポンと置きつつの真ん中スーパードラゴン発進。なんか、チャチャ e スポーツっぽいなーっていうアタックですね。昔からスーパードラゴンとかライドラとか、あとはスーパーボーラーやってる人もいたなーって印象なんですけど、なんか一人だけね、突ユズラバルの人がいて、みたいな。メンバー構成変わってるかもしれないんですけど、サムはね、ずっとライドラやってた人でしたね。
タウンホールの方ポツンと残ってるんですけど、しっかりね、スーパードラゴンそっちに向かってくれて、火力が高いのはタウンホールよりシングルインフェルノなので、そっちにフリーズをかけていきます。うん。フリーズかけてこのシングル IT を折ることの重要性を分かってますね。折らせに行きます。トラップかかったんですけど、ギリギリ来てくれたのが、結構境目だったかなと。まあ、スーパードラゴンも強化入ってますからね、ちょっと前に。HP のバフとかが、レベルとかもね、上がってね、16から。あとはどうやって回収をしていくかですが、上からロイちゃん使っていきます。キングはガントレットですね。ウォールブレーカーないので、キングのガントレットうまいこと活かせないんで、ウォールブレーカー1枚とかあると世界変わった可能性ありますね。まあ、この12時区画でガントレットフィストを飛ばすことができれば、まあ、もうちょい楽はできたかなって感じですけど、フリーズからのストライカー届かせていって、クイーン処理までやっていく。ここはホグブーメラン。うん。この組み合わせも強いんですよね。締めの一発にはこいつが強い。さあ、ポイズンタワーは装填されると同時に落とされていきました。ナイス旋回。さあ、額61天才ラバル。タイムも結構速そうですね。あんまりラバルやってるのはね、16環境で額やってんのね、見たことないんですけど。マルチを追っていきましたね。レイジターとマルチアーチャーター、マルチ IT を追っていきました。さあ、キングのフィストを、まあ、盾で取らせてから、ここガントレット発動。うん。第1クロスのタゲを取ってくれてるのでね、まあ、クイーンにかかる負担が少ないと。で、イーグルの方にこれは、ドラゴンライダー向かわせる感じだと思うんで、ちゃんとね、タゲ取りのスケルトン持ってきてましたね。タゲ取り用のスケルトンをモノリスの前に置くことで、このイーグル砲は、ドラゴンライダーで取っていこうというプランですね。で、クイーンの方は黒く使ってヒーラーとか生み出しつつ、クイヒー系の時とこうやってなんか、スーサイド系の時とでね、クイーンも2種類ぐらいヒーローギアはね、上げておきたいものがありますね。ヒーラー人形結構、ラッシュ系に関する戦術をやると、フローズンアローよりもヒーラー人形の方が強い場合が多いですからね。僕もちょっとサブアカでヒーラー人形を使い始めたんですけど、ちょっとレベルが低すぎてまだね、ダメだなって感じで。フローズンアローが1500エメなんですけど、買えなくてエメラルドなくてね。サブアカのエメラルドがね、枯渇しておりまして。結果ヒーラー人形始めたけどレベルが低くてダメじゃこりゃってなってるんでね、皆さんもね、ヒーローギアのレベルを上げるっていうのは、ね、結構大事なんで、数を絞ってね、どれを使うかとか選んで上げていく必要がありそうですね。ナイス展開。さあ、リターン型のスーパードラゴンにオーバーグロー入れというところで、なかなか面白いの来ましたね。どういう形でやっていくのか。リターンなので、まずは、目的の施設を削るところまでは食い火始めていくって感じですね。今これは、まだアップデート前のアタックなんですけど、新しいヒーローペットアングリージェリーが出て、僕もね、多分この動画が上がる頃には動画が上がってると思うんですけど、アングリージェリー型の食い火のリターン型結構強いんでね、ここにレイジ打つの？何のレイジなんだこれは。なんかクイーンは思った方向に進んでないのかなこれ。これで回収なんだ。なるほど。で、イーグル区画をオーバーグローすんのかなじゃあ。オイルかな発動させましたね。で、ここでフリーズかけないかったので、もうここはトームで押し切るしかないですね。うん。これもはやいいインビジブルターンだったな、これ。タウンポイズン受けるスーパードラゴン一体もいなくなったんで、天才かもしれん、今の起動。オールがタウンホールを殴ったことによってチェインで、インビジブルターが発動して、みんなスルーして奥まで進んだのでね、実質タウンホールのポイズンを無効化するという。で、対空砲に関してはここフリーズかけて、で、12時の方が、本当はロケバルここに刺したかったんでしょう。この、6時右の対空砲にロケバル刺すプランだったんでしょ、これ本当は。だいぶ12時捕まってますね。クイーンの方もちょっと、
足並み揃わずといったところ。キングは何つけてたんだ？ガントレットか。なかなかカオスなことになってしまいました。プランニングとしては合ってるんだとするなら6時から左の方に、クイーンと当たると思ってレイジ打ったのかな、クイヒーの方は。どうなんだろうな。対空砲を降りに行くようなクイーンのルートじゃなかったよね、さすがに。対空砲のカットというよりはシンプルな施設カットでタウンホールの方にドラゴンを向かわせたいっていうようなカットだったと思うんですけど、ちょっとそれがレイジ一発分無駄になってしまったところだったりが痛かったのかな。クイーンもちょっとね、ルート崩れて回収回ってくんなかったっすね。さあ、ここで防衛です。93%。さあ、ジーマ、ラバルですね。突アチャかな？多分。さあ、ここはトームとか使わず、ただラバハウンドのターゲットでホーミングケアをしていって、この安いのところまで届いていけば十分でしょうというところ。さあ、来ましたね。スーパーアーチャー。久しぶりに見ますね。このタウン16環境だと、やっぱナビの対戦ではね、登場する機会が少ないですね。時間がやっぱりかかっちゃうんで、タイムアタックの 5V5 においてはあんまり向いてる戦術ではないかなって感じで、仕様があれだったんだけど、1個防衛が取れたことでいきなりスパーチャーに変えてきたの、スパーチャーに変えてきたのかな。ワンチャンプラン2個用意してて、タイム勝負ならとか考えてたの可能性はありますね。こういう時9時にもね、しっかり、スパーチャの跡地になっているところ、これはバルーンとかガーゴイルで回収しに行くのもいいですね。削れるところしっかり削っていって、枠数少なく取れるところはね、マジでお得なんでね、やり得ですね。外周部結構ね、上の方も下の方も広く取られてるので、ラバルパートはそっちから。ロイヤルチャンピオンと、オーデン両方同サイド。で、キングはガントレット使ってるんですけど、ちょっとクイーンの方には届いてないっていう形ですが、壁をぶち破ってくれる。こんな大きく壁開いたらもう、クエイクブーツみたいなヒーローギアいらんよな。同じようなことできちゃうもんだって、ガントレットで。でテスラがかなり外周部に入ってきたところ、バルーンとスーパーバーバリアン両方を使ってのケアですね。で、ロイヤルチャンピオン、ヘイストホグですね。中心部使っていって、火力の高い、HP の高いところを一気に押していく。ヘイストはね、こういうところで使いたいですね。で、裏から3時のバルーンを差し込んでいって、もう気づけば防衛施設がなくなっていくというところ。ナイス展開ですね。ガーサス。パーチャ採用、早いな。ワンアタック前が、いっぱいになるということで、かさずだったんですけど。想定よりも時間かかっちゃったなーって感じなのかもしれないですね。本当はなんか普通にもっと早く取れるプランだったから、このプラン最初から組んでたけど、みたいな感じで。さあ、オーバーグロー入りのクローンの入ったラバル編成。今日ラバル多いっすね。あれかもしんない。やっぱそうだった。ルートライダーバンされてるわ。そういうことか。この大会ルートライダー版みたいっすね。道理で見ないわけだ。おかしいなと思って見てたんだけど。こんなに一人も使わないことあると思ったけど、そうだよね。そんなわけなかったわ。ルートライダーが使われないことなんてなかった。道理で。そうなると時間勝負もルートライダーが飛んでこないってことを考えるとスーパーアーチャーとかも足し込む余裕があったのかな。いいスーサイドパートだな、これは。ただこれロイちゃん広がるぞ。おう。さあ、ここは真ん中クイーン、クロークも打ちたいところですが、危ない。爆撃表では落ちないからね、さすがに。で、ロイヤルチャンピオンシングルに捕まったり、ロイちゃんのちょっとルートが崩れちゃってるような感じもありますが、これ突撃艦トームするならロイちゃんもできれば、トーム入れたいなって感じなんで、早くウォーデン参ってほしいなって思ってると思いますが、フォックス落とされていって、これは、ロイちゃんも救うことができずという形で、ちょっと悲しみの深いトームになっちゃいました。おー、そこにオーバーグロー打つんだ。面白。
オーバーグローを入れていきつつ、9時からラバルパート。で、クローンも1枚残してるんですよね。この投石とかこの辺に回ってきた時に、クローンを採用するのかなと思うんですけど、天才とか使わなかったんで、呪文の方に余裕があるっていうことですかね。スケルトンインビジブルとか天才とかって呪文で結構使っちゃうので、こんなね、オーバーグローとかクローンとか積む余裕はないんですけど、ここからバルーンが増えていって、とどめのバルーン、強い。強いなぁ。面白いですね。なんか、ルートライダーいなくなっただけで、クラクラ感が出てきたね。ラバルが増えるとやっぱ、クラクラの対戦見てるなって感じになるわ。ルートライダーいなければオーバーグローのね、使い方も今みたいな感じで、ああ、なるほどねっていう、いいなって感じだね。さあ、カズマくん、スーパーホグとホグのホグラッシュですね。海外の方ではツインホグって言われたりね、ツインホグスって言われたりしますけど、どういった形でやっていくのか。大盛りと、そうですね。スケルトンあってポイズンがないので、スケルトンインビジブルまずはタウンホール区画をやっていきます。タウンホール起動したくないので、ここはコウモリっていうところもありますね。シンプルに攻撃力もコウモリより、いいのか。コウモリの方が火力も高いというところで、ボムターンまで削れるかギリギリ落とせない。ウィズトが。で、これはクイーンでタウンホールを拾いに行くような流れですね。時間勝負の方はもうさっきね、防衛が取れてるので、ならないっていうことなので、時間使ってでも確実に取れるプランの方がいいというシーンです。キング強すぎ。で、残った12時のアーチャーターニャバー。これね、うまいね。ホグとビザード刺して、横打ちを、クイーンへのね、横打ちをどんどん減らしていく。で、ここからドリル採用するんだ。なるほど。最速クローク打ちたいところ、そうですね。最速クローク入れていって、スーパーホグパート3時からスタートしていきます。全部出し切りましたね。あとは手元に通常ホグも外周拾えるような感じで残していって、ただ HP 結構持ってかれたね。スーパーホグみたいなそんなに HP の高くないユニットたちからすると、このライフオーラとかも選択肢に入ってくるとこなんですけど、シンプルにやっぱヒーリングトムのがいいかな。強いね。ヒーリングトム強いね。ただ、ルートライダーと比べるとやっぱり圧倒的に HP が低いっすね。こうやって見ると。どんどん、ライダーとホグに分割されていってというところ。ただ、それをカバーするために、裏からも通常のホグライダーを残していることで、すごい量のホグライダー。えぐいな。圧倒的なホグが回ってきて全開っすね。オーバーキルインビジブルを決めていって、回収ユニットたちもしっかり分散されている、非常に素晴らしいアタックでしたね。さあ、対戦相手、ライドラッシュ。確かにチェインはたくさん入りそうな配置ですね。2次サイドからライドラ、チェインは結構入っていきました。さあ、突撃艦タンホーレ一気のトームを決めていきます。防衛施設の並びからすると4時6時の方が強そうな削りたいところとか削りやすそうなんだけど、2時の方がこのライドラにかかる負担は少なそう、安いとかも絡めてって感じで見てましたが、タウンホールまで落とすことができず、やっぱり2時から来たかって感じですね。ただそこにはしっかりトルネード合わせてあるので、やっぱ2時から行きたくなるような見た目にしてあるんですね、これは。チェインとか考えるとね、多分6時4時の方がもっと強いチェインとか入りやすそうなんだけど、なんかルート取りとかなんかいろいろ考えると安いの、2時からの方がやりやすそう。タウンホール向かったライドラのためにインビジブルを使うことでなんとかタウンホールまで落とし切りつつ、いいチェインが最後一押し入りましたね。キングが外周走ってるところにロイヤルチャンピオンを合わせていく。役を採用してるんですけど、穴を開けてくれることはなく、キングが壁殴った時に一緒になって壁殴ってくれるみたいな感じなので、ライドラのチェインがちょくちょくいいチェイン入ってますね。ここもいいチェインが入って、ロイヤルチャンピオンの能力は、ホグブーメラン。みんなこれっすね。いいっすね。強いよね、これ。ホグブーメランフィニッシュ。ガーサス。よ。ラスアタック星3、ヒーラー4体のクイヒーラバル。ウォールブレーカー5枚型。
でまあ4枚なので、まあ5枚型の食い火よりは、まあそんなに規模は大きくない食い火になるんじゃないかなと思うんですけど、珍しいですね。ヒーラー2、3枚の食い火は昔から結構やってたけど、ローズンアロー採用なので、まあしっかり食い火はやっていくのかな。火力のそんなに高くないとこ入れていくっていうイメージですかね。そしたら。オールブレーカー5枚は結構いるのでね。うん。まずはここクイーンスタートしていって、ロイヤルチャンピオン当たっていく。オールブレーカー隣、これそうだよね。その角度で投げたら撃たれるよね。えちょっとあんま食い火やらないっていうところもあったか。これは、停滞ミスですね。いやー、その角度は。ただこれで、まあなんとかヒーラー1体かな残ってくれているので、確かにここまでいっちゃえば、クイーンにかかる負担は少ないですね。ウォールブレーカーは真ん中つけていくのかなと思ったんですけど、ちょっと投げるタイミングを失っている。9時切らないとこれは9時にウォールブレーカーついちゃうしね。で、レイジからの、つけていきますが、ヒーラーの数的にちょっとこれ回復量が間に合ってない。黒く吐かされていきます。ジャイアントとかも使って、これおでんぞの竹とかをね、ロイちゃんに入れないような感じにしているんですけど、なんとか、フォックス耐えてほしい。いやー、突撃艦に切り替えましたね。タウンホールはもう食い火じゃ取れないと判断して、ラバルパートに突撃艦を混ぜてリカバリーを入れていきます。一機の初手トーム。ヒーラーでちょっと今一瞬罠が見えたのも良かったですね。ロイちゃんがタウンホール軽くされたのもいいな。中身はバルーンだったんですが、しっかり落とせそうですね。バルーンドラゴンライダーギリギリ間に合っていく。あとはここからフリーズが3枚あるところ。1枚目のフリーズをマルチポイズンタワーに打ちつつ、もう一回ポイズンタワー投げられたが、これは落とせそうですね。いや、なんとかギリギリのリカバリー。で、ちょっとね、食い火角度、多分マルチアーチャータワーの射程とかも気にしてか、ヒーラーの角度はずらして打ってたと思うんですけど、まあ、ちょっと怪しい位置から出たので、ボコボコに横打ち食らいましたね。まあ、その結果、タウンホールまで多分食い火で見てたんですけど、そこがうまくいかずってところだったんですが、まあ、ラバルで、なんとかリカバリで前回取り返しましたね。はい、というわけでね、終わりまして、15対14ということで、なんとかパーフェクト、滑り込ましてナイス全開でした。まあ、ルートライダーがいないとね、まあ、こうやってラバルの数が増えたりだとか、まあ、そうか、ガクがラバルなのは久しぶりだなと思ったけど、そういうあれだったんだね。まあ、一つ一つの工程がね、やっぱ生まれてくるアタックが多くなるので、まあ、見てて楽しいなーって思いました。まあ、たまにはいいね。まあ、ルートライダー一辺倒になっちゃうと、やっぱり初手ゲーみたいな感じで初手に全部っぱして、イケイケ、ゴーゴー、オーバーグローっていうゲームになっちゃうんで、まあ、それはそれでね、もう今の環境やるしかないことなので仕方ないかなと思うんですけど、まあ、この大会を勝ち上がれば勝ち上がるほど、ルートライダーがね、使われない大会も増えるのでね、ぜひね、ルートライダー以外のアタックも見たいよって方はね、ナビを応援していただくと、こちらの大会勝ち上がってよりルートライダー以外のアタックも見れるんじゃないかなと思います。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、してまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。